皆さん、こんにちは。日本語学習ポッドキャスト、日本語でいこうの花です。こんにちは、レオです。あ、花さん、これ、どうぞ。え、何ですかこのかわいい箱は。先週、週末に北海道の札幌に旅行に行ってきたんです。だから、花さんにお土産を買ってきました。クッキーです。わあ、ありがとうございます。あ、でもレオさん、お土産をあげるときに、これどうぞだけじゃなくて、他にも知っていると便利な表現があるんですよ。これ、どうぞの他にですか？美味しいから食べてね、とか？実は、日本人がお土産やプレゼントを渡すときによく使う表現があるんですよ。というわけで今日は外国人の皆さんがちょっと不思議に思う日本のお土産文化とマナーについてお話ししましょう。お土産の文化ですか？確かに日本はお土産のお店がすごく多いですよね。駅とか空港に行くと、綺麗なお菓子がたくさん並んでいて、見ているだけで楽しいです。そうなんです。日本人は旅行に行くと多くの人はよくお土産を買います。レオさんは自分の国にいたとき、旅行に行ったら毎回お土産を買っていましたか？家族や親しい友達には時々買いましたけど、会社の同僚全員とか、学校のクラスメート全員に買うことはほとんどなかったですね。でも、日本の会社で働いている友達に聞いたら、旅行に行ったら会社のみんなにお土産を買っていかなきゃいけない雰囲気があるって言っていました。それって本当ですか？はい、本当です。日本では旅行や実家に帰った後に会社の同僚にお土産をあげる習慣が強く残っています。どうして会社の人全員に買わなきゃいけないんですか？お金もかかるし、選ぶのも大変そうです。理由はね、お休みをくれてありがとうという気持ちと、私が休んでいる間、仕事を頑張ってくれてありがとうという気持ちがあるからなんです。ああ、みんなのためにという気持ちなんですね。自分が休んでいる間に他の人が自分の仕事をカバーしてくれたかもしれないから、そのお礼ですか？その通りです。だから、絶対にお土産を買わなきゃいけないというよりは、人間関係をスムーズにするためのコミュニケーションツールなんですよ。なるほど。理由を聞くとすごく素敵な文化だと思います。でも、会社のみんなに配るとなると、どんなお土産を選べばいいんですか？会社の人たちへのお土産を選ぶときには、3つのルールがあります。3つのルール？教えてください。1つ目は、個包装になっていることです。つまり、お菓子が1つずつ袋に入っていること。ああ、大きなケーキみたいにナイフで切らなきゃいけないものはダメなんですね。そうです。仕事をしながら自分の席ですぐ食べられるように、一人一つずつに配れるものがベストです。そして2つ目は、賞味期限が長いこと。確かに、その日に休んでいる人や出張に行っている人もいるかもしれませんからね。何日も日持ちするクッキーやおせんべいが安心ですね。その通りなんです、レオさん。そして最後の3つ目は、数がたくさん入っていることです。お土産の数が同僚の人数より少ないと、お土産がもらえない人が出てしまって気まずくなりますからね。数の確認は大事ですね。僕ならちょっと多めに入っている箱を選びます。それが一番安全ですね。さて、レオさん。さっきお土産をあげるときに便利な表現があると話をしましたよね。はい、気になっていました。日本人はお土産を渡すとき、なんて言うんですか？一番有名なのは、つまらないものですがどうぞという表現です。
つまらないものですか？つまらないってあんまりいい意味じゃないですよね。せっかく買ってきたのに、どうしてつまらないって言うんですか？そう思いますよね。外国人の方が一番びっくりする表現だと思います。これは、あなたという素晴らしい人に対して、私が選んだこのお土産は大したものではありませんが、という自分を低くして相手を尊敬する、つまり謙遜の気持ちから生まれた言葉なんです。謙遜の気持ちか。でも、本当につまらないものだったら、もらう方もちょっと困りませんか？そうですね。だから最近では若い人の間ではつまらないものですがはあまり使われません。代わりにこれすごく美味しかったのでぜひ食べてみてくださいとかお口に合うかわかりませんがどうぞという人が増えています。お口に合うかわかりませんが、それは使いやすそうですね。つまり、好きだといいな、みたいなニュアンスですよね。そうですそうです。相手が好きかどうかわかりませんが心を込めて選びませんがという意味になります。レオさんも今度誰かにお土産を渡すときは、ぜひこのフレーズを使ってみてください。はい。お口に合うかわかりませんが、どうぞ。覚えました、花さん。お土産と似ている言葉で、手土産というのも聞いたことがあるのですが、お土産と何が違うんですか？よく気がつきましたね。違いは簡単です。お土産は旅行や遠くに行ったときにその場所のものを買って帰ること。でも手土産は誰かの家や会社に行くときに近くのデパートなどで買って持っていくプレゼントのことです。なるほど。じゃあ、僕が友達の家に遊びに行くときに持っていくケーキやお菓子は手土産になるんですね。その通りです。ちなみに友達の家に行くときの手土産にも面白いマナーがあるんですよ。レオさんなら持ってきた手土産をいつどこで渡しますか？えーと、玄関でドアが開いたら、こんにちは、これどうぞってすぐに渡します。実はそれは昔のマナーでは少し違っていたんです。玄関で挨拶をして部屋の中に案内されてみんなが席に座ってから渡すのが正しいマナーとされていました。部屋に入ってからですか？玄関ですぐに渡した方が荷物が減って楽じゃないですか？そうなんですけどね。部屋に入って落ち着いてから今日は時間をとってくれてありがとうございますという気持ちを込めて紙袋から商品を出して渡すのが丁寧だとされているんです。紙袋から出すんですか？紙袋のまま渡しちゃダメなんですか？昔からのルールでは紙袋は商品が汚れないように持ってくるためのものなので渡すときは袋から出すのがマナーなんです。でも最近はカジュアルな集まりなら袋のままでごめんねと言って渡しても全然大丈夫ですよ。特にアイスクリームやケーキなどすぐに冷蔵庫に入れた方がいいものは玄関ですぐに渡した方が親切ですね。ああ、安心しました。状況によって渡し方を変えればいいんですね。日本のマナーは深すぎて、時々緊張してしまいます。あまり難しく考えすぎなくても大丈夫ですよ。一番大切なのは相手のことを思う思いやりの気持ちですから。その気持ちがあれば多少マナーが違っていても相手は絶対に喜んでくれます。そうですね。僕が花さんに買ってきたこのクッキーも、花さんが喜んでくれるといいなと思って一生懸命選びました。ありがとう、レオさん。その気持ちが一番嬉しいです。早速、温かいお茶と一緒にいただきますね。はい、ぜひ食べてみてください。それでは今日のポッドキャストはここまでです。ここでリスナーの皆さんに質問です。皆さんの国には旅行の後で会社や学校の人にお土産を配る習慣がありますか？また、誰かの家に行くとき、どんな
手土産を持っていきますか？渡すときの決まったフレーズがあれば、ぜひ日本語でコメント欄に書いて教えてくださいね。皆さんの国の面白いお土産文化、たくさん教えてください。それではまた次回の配信でお会いしましょう。バイバイ。